くさん来てて。はい、じゃあ本当に質本先生です。できればちょっとご紹介していただけますか。何をされてる方なんでしょう。ですね、パサディナと、リトル東京で、サイコセラピーってわかります？なんでしょうね、サイコセラピー。僕結構なんか日本語では臨床心理士とか、あと心理カウンセリングとかそういう、そんな感じで言うと思うんですけど、サムさん行ったことあります？ないですね。あったっけ？なるほど。ねえ、多分そういうね、やっぱりこうメンタルに少しお疲れの方とかね、そういう方はよく行かれるんですよね。確かに。最近特にほらコロナ禍で、皆さん夫婦喧嘩とかね、よくされて、ほらなんか今までご主人がお仕事で家出てたのに、最近はもうずーっといるってことで、よく奥さんが泣きながら私に電話してきますよ。そうですか。久本先生どうにかしてくださいみたいな。どういうことなんですか。結局夫婦っていうのは一緒に住んでるんだけども、やっぱり仕事行ってる時間と、ほんでいない時間が、半々だったのが今だいたい一緒にいるっていうことなんですよね。そうなんですよね。で確かにアメリカのねお家の方が全然日本などに比べたら大きいとは思うんですけど、でもやっぱり今までの空間がね小さくなったわけなんで、そうなるとこう今まで気づかなかったことが目についたり、そんなことで些細な喧嘩が大きくなるっていうケースが多いですよね。そうか。まあね、それお互いやっぱりそういう感じで知らない部分っていうのが多分見えてきてると思うんですけども、そうですね。他はどういった感じかな。そうですね。あとはねやっぱりうつとかね、最近あとパニック症の人とか、そういう方が結構コロナの二次災害じゃないけど、増えてるように思いますね。そうですか。やっぱりコロナの影響あってもどうですか。そういうカウンセリングっていうやっぱり悩みってやっぱりだいぶ増えたんじゃないですか。そうですよ。もう本当その通りで、サムさんとこどうですか。うちんとこどうだろう。どうですか。いや僕よくね、僕はね日本にずっと行っちゃってる部分があったんで。いいですね。でもね。そうでも日本でもねやっぱりコロナの中でやっぱりこう感染するのに嫌がってるから会いたくないとか来るなよとかいう感じで、結局家にいる時間の方が長くなっちゃって、僕の場合はコロナ太りしちゃってる。全然太ってないじゃない。いやこれはまた別件で買って、そうです。去年の話ですけどねこれは。そうか。今年はなんか慣れたっていうか。そうですよね。結構皆さん慣れてきて、なんか今日も本当たくさんの人が来てらっしゃって。そうなんですよ。今日この暑い中でみんな来ててね、すごくいいことなんですけど。本当なんかこういうちょっとした週末のねリフレッシュメントっていうのがやはりこのうつの特効薬じゃないけどすごくいいと思いますよ。ですね。でこれ結局みんな2年ね我慢して、ほんで日本のカルチャーをまたここ来て味わうっていうのは本当にもうやっぱりねよくうつってさ心の風邪っていうふうに言われるんですけど、心の風邪、風邪もねこうすぐ治るけど、ちょっとこじらせたら肺炎になって命を落とすっていう怖い病気にもなるわけなんで、やっぱりこういう時にこううつになったり、変なメンタル的なね問題が大きくならない前に、ぜひ皆さんこんな感じで今日青空の下に、ごワークしたり、そういったちょっとした時間っていうのが大切だと思いますね。一人は2つタイプを僕知ってるんですけど、自分で何でも直そうとする人と、もう一人はもう何でも自分なんかちっちゃなことでもギャー言う人と2人いるんですけど、でもねそれ自分で直そうとしてて自分なりにこうずっと溜め込んじゃうと最後はねどうしても爆発しちゃうんですよね。そうですよね。やっぱりそう考えると爆発する前にねちょっとずつ出すっていうかガス抜きっていうか、よくストレスマネジメントっていうんですけど、すごくそういったのがね大切ですよね。でやっぱりこのヘルプをこう言うのがちょっと恥ずかしいとか、いやこれはね良くないなとか、やっぱりねこれは言えば私弱いのかなっていうのは多分ノンセンスだと思うんですよね。でもやっぱりそれがなんかこう日本人気質じゃないけど、やっぱりこう我慢しなくちゃいけない。
やっぱりちょっとしたことで泣き言言っちゃいけないみたいな感じで、はい皆さんこう我慢するからそれも良くないですよね。やっぱり本当ね、でもヘルプしても悪くないし恥ずかしいことじゃないと思うので、そうそう、みんなやっぱりね辛い時は辛いって言える方が健全だと思いますね。そうね、ご存知のように僕ほら LA モーニングパート2の番組やってるんですけども、僕英語ねそこでちょっと教えたりした時にすごいよくねリスナーさんがね、まあ今更ねずっとアメリカ長いいるのにねこんな今聞いていいのかなっていう質問がね、僕はいや今だからこそ聞いていいんじゃないって同じ意味で楠本先生の方でもそういう感じでお悩みがある方やっぱりぜひぜひかけて聞いてみて、聞くのはただなんですよ。でもね答えはねただじゃないかもしれないんでね。そんなことないんですけど、ただほら聞いてもそれをどうするかはねその人次第ですよね。そうなんですよ。だから僕いつも言うんですよ。聞くのただなんだよ。本当に何でも言っていいんだよ。そうか、それのね。関西人の寒さ違うか。そうなんですよ。いや本当嬉しいです。今日来ていただいてわざわざパセニだから本当に。ありがとうございます。でも本当ぜひ皆さん困った時は辛い時はあんまり我慢しなくって周りのね人に声かけたり、ちょっとねやっぱりこう見方が変わるだけで全然感じ方っていうのも変わるし、その第一歩っていうのが大切だと思います。そうですね。楠本先生だってねいろんな国から人ね来ますよね。そういやいろんな国っていうか結構日本人も本当いろんなとこにいて、例えば最近だったらタイからね、ズームカウンセリングとかよく最近してますよ、夜は。すごいね、やっぱこの技術的にねライブ配信っていうのができたんですけども、その同じ時にこのズームとかスカイプ、スカイプだよね最初できたのは。そうでズームができて、そう最近はズームでもうズームカウンセリングみたいな感じで、こちらの夜がね、例えば日本とかタイとか朝なのでちょうどいい時差があるけど向こうの時間の都合でできるし、時間のそのお茶の間のというかしいけども自分のカンフォタブルなところで話できるし、プライベートもねかけられていいと思いますよね、ちゃんと。そうですよね。わざわざ出向くのもちょっとしなくてね、聞きにくいかない方はぜひぜひそのスカイプなりズームなりでやられたらいいと思います。そうですね、ありがとうございます。いえ本当に今日はですね、ありがとうございます。本当に楠本先生でした。サムさん頑張ってくださいね。でコンタクトの仕方っていうのはやっぱりウェブサイトがあるんですよ。一応ウェブサイトが、LA カウンセリング、.com が私のウェブサイトなんですけど、E メールは、miwa@lacounseling.com で、あともう一つ、私が最近スーパーバイジングっていうかスーパーバイズしてるノンプロフィットがありまして、ノンプロフィット、でそこは、CJMH センター for Japanese Mental Health CJMH、なるほどね。そこもぜひチェックしてくださいね。チェックしてくださいね。じゃあ LAcounseling.com とあとメールの方はmiwa@lacounseling.com までどしどしご利用ください。よろしくお願いいたします。はい、どうも今日は本当にありがとうございました。本当にいい感じです。どうも。はい、今日はありがとうございました。はい、本当に今日はすごいサプライズゲストがね来ていただいて、パセディナから本当にすごい。はい、今時刻はですね7時7分です。